こんにちは。行政書士社会学研労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はですね、東京都が行う予定になっておりますスキルアップ支援事業について解説をしていきたいと思います。現時点で令和6年度になっていないんですけれど、東京都の方は先行をしてスキルアップ支援事業のうちの一部を公表してスタートをさせているといった状況になっております。以前からですね、人手不足といったところは叫ばれているところで、さらにですね、新型コロナウイルス感染症の影響で人手不足を助長してきているといった状況。そんな中でですね、従業員教育の重要性というのを見直されて、リスキリングなんていう言葉も出てきましたけれど、そういったところを受けまして、東京都の方は従業員のスキルアップのための支援事業というのを行っております。今回はですね、スキルアップ支援事業のうちの事業場外スキルアップ助成金といったところを取り上げて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですね、各会社あたりで従業員に対する教育研修費というのはどのくらいなのかといったところをですね、教育研修費用の推移といったところでまずは今回は見ていって、令和6年度におけるスキルアップ支援事業、こちらは東京都が行っているものになりますけれど、の概要を見ていった上で、その中の一つ、事業場外スキルアップ助成金とはどういったものなのか、申請対象者と訓練ですね、あとは対象経費と助成額について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、教育研修費用の推移といったところを見ていきたいと思いますけれど、日本はですね、海外に比べて従業員教育にかけるお金が非常に少ないといったところは以前から言われているところではありますけれど、ではですね、1人当たり年間どのくらいかけているのかといったところを見ていきたいと思いますけれど、直近2022年でいきますと、従業員1人当たりの教育研修費用というのは32,412円という回答が出てきております。2020年、新型コロナウイルス感染症の影響があった関係でですね、2020年に関しては1人当たり24,000円ほどといったところで落ち込んではいますけれど、その後、回復をしていると。そして2022年につきましては32,412円といったところではありますけれど、まだですね、新型コロナウイルス感染症が流行する前の水準までは戻ってきていないといった状況。ただですね、最近は従業員教育の重要性というのは多く謳われている状況ではありますけれど、では今後の見込みといったところになりますと、やはりですね、今後教育研修の費用というのは増加していくだろうという見込んでいる会社さんは6割強といったところで、こちらの方がですね、新型コロナウイルス感染症流行前に比べて非常に高い意欲を持った6割といったところになりますので、教育研修費に関しては今後どんどん増えていくだろうなと。ただですね、人手不足、景気の問題等あって、会社の負担する費用的なものもありますので、なかなかそこが伸びていかないといったところもあるかもしれません。そんな中でですね、従業員教育といったところを支援するために東京都におきましては、スキルアップ支援事業というのが行われております。令和5年度におきましてもですね、もちろんあったんですけれど、ちょっとね、名称が変わりまして、今回はスキルアップ支援事業という名称で、その中にいくつかラインナップを設けているといった状況ですね。東京都令和5年度におきましては、社内型だとか民間派遣型のスキルアップ助成金ですとか、オンラインスキルアップ助成金といったところもありましたけれど、こちらの方は現在まだ未公表といった状況ではあります。令和6年度に先駆けてですね、スキルアップ支援事業として今回今4つの部分が公表されているといった状況です。事業場内のスキルアップ、こちらはですね、自社で企画をした研修をする場合、そして、事業場外スキルアップ、こちらはですね、公開研修等を利用して行う研修。そして、昨今、非常によく耳にしますけれど、リスキリングですね、DX リスキリング助成金、こちらは自社の DX のために実施する助成金と。そして、育業中のスキルアップ助成金、こちらは近年新しく作られたものになってきますけれど、従業員本人が希望をした場合ですね、育業中の受講するスキルアップの研修といった形で、こちらはですね、マミートラック問題といったところもありますので、育児休業中のスキルアップといったところを、東京都は支援をしているといった状況です。
そしてですね、今回ご紹介をします事業場外スキルアップ助成金ですけれど、こちら、申請対象者を見ていきますと、まずは中小企業等といった形になります。中小企業等はですね、業種で分類がされておりまして、全部で4つの分類と、小売飲食、サービス、卸、その他といった形になっておりまして、中小企業の判断基準としては、資本金または出資額、もしくは、常時使用する従業員数で、どちらかに該当すれば、中小企業等という形になってきます。そして中小企業等に該当した上で、さらに2番の方の小規模企業者といったところで、やはり分類は全部で4つで変わりませんけれど、小売、飲食、サービス、卸なんかに関して言えば、従業員数が5名以下。それ以下の、その他の業種に関しては20名以下の場合には、小規模企業者というさらに特別なカテゴリーに区分をされると。この中小企業と小規模企業者のこの区分はですね、今後ご紹介をしますけれど、規模によって女性割合が変わってくるといった形になりますので、非常に重要という形になります。その他にですね、申請ができる事業者につきましては、例えばですね、都内に本社または主たる事業所があることといったところ、そしてですね、都税に関する未納がないこと、もしくは支払っている賃金が最低賃金以上であることといった要件はありますけれど、重要なのはこの中小企業、もしくは小規模企業の区分といったところになってくるかと思います。そしてこの事業場外スキルアップ助成金の対象の訓練はどういったものなのかになりますけれど、全部で12項目、要件としては上がっておりますけれど、特に重要だなと思うところに関して一部抜粋をしてご紹介をしていきたいと思います。研修の内容に関しましてはですね、4番としての専門的な技術知識の習得向上、もしくは専門的な資格の取得を目的とした研修であることという形になりますので、一般教育研修に関しては該当しないといったところ。そして丸5番ですね、通常の業務と区分して行うといった形で OFF-JT という形で、OJT ですね、業務の中で行う研修ではないといったところ。そして、その研修に関しては7番目としてですね、労働時間内に研修を行っていただいて、その労働時間内に行った研修に関しての部分の所定の賃金を払うことといった形になります。そして11番ですね、こちら非常に重要ではあるんですけれど、研修の時間ですね。こちらは3時間以上10時間未満であることといった、研修時間のミニマムと上限の制限が設けられております。さらにですね、事業場外になります。どこかで研修を受けるといった形になりますので、その受講の状況について教育機関の証明を受けられることといった、こういったところを、ですね、対象訓練としてのポイントとして挙げられているという形になります。そしてですね、対象経費と助成額ですけれど、まず対象経費につきましては、もちろんその受講料というのはなりますけれど、さらにですね、教科書もしくは教材費関係の費用も出てくる。そしてそれに付随をする登録料だとか管理料に関しても対象の経費として認められると。ただしですね、1人1研修単位で個別に把握できるものに限るといった形になっております。そして助成額はどういった形になるのかといいますと、中小企業等においては2分の1、そして小規模企業者に関しては3分の2といった形で規模に応じて助成割合というのは変わってくると。ただですね、1人1研修あたりの上限というのは25,000円で決まっているといった状況ですね。さらにですね、その場合、中小企業の場合ですと、非正規雇用の場合ですとか、あとはですね、労働者受講加算というのがありまして、こちら要件に該当すると、助成率が小規模企業者と同じように3分の2に引き上げといった形になっております。こちらはですね、非雇用正規労働者の受講者の加算というのはですね、受講される従業員の方の非正規の雇用割合が2割を超えている場合は、2割以上の場合はですね、助成率を引き上げるといった形になっておりますので、非正規の方もですね、積極的にスキルアップの研修を受けていただきたいなというふうに思います。
そして、最後に注意点とまとめになりますけれど、こちら事前に申請が必要になっております。研修の開始の予定の1ヶ月前までといった形になっております。こちらはですね、厚生労働省が行っております人材開発資源助成金、いわゆる人開金のスケジュール感と同じではあります。令和6年度4月1日からこの事業をスタートさせる関係でですね、4月1日からの申請ができるように3月中の受付がスタートをしているといった状況になっております。そして、申請の方法につきましては、郵送はできるんですけれど、JA グランツにも対応しておりますので、できる限り電子申請で申請をといった形になるかと思います。またですね、1人当たりの上限、助成率は決まっているんですけど、1企業当たりですけれど、こちらは150万円という形になっておりますけれど、今回ご紹介しました事業場外のスキルアップ助成金と、さらに、別でご紹介をしております事業場内スキルアップ助成金、こちら合わせて150万円という形になっております。そしてですね、申請回数に関しましては、総助成金額の上限に達するまでは何回でも申請ができるといった状況になっております。このですね、東京都のスキルアップ支援事業を活用していて、業務の効率化、そして生産性向上を図ってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。